おはようございます。画家のぎそです。ちょっと突然始まりましたけど、これね、雪景色を描いていきますよ。めちゃくちゃシンプルな絵なんです。めちゃくちゃ、ちょっと待って、皆さん逃げないで。まず、下の方に落ちている雪を描いて、おぎそと言います。よろしくお願いいたします。本音東湖に、2月に行って、それを描いたという、いかにこの雪のめちゃくちゃ寒いところ、雪を描くか。本音東湖のビターっとした湖面に雪がビターっと張っているという状況を描いていった動画でございます。本日もご視聴よろしくお願いいたします。で、空の部分を描きました。本来はこれね、朝の夕日が上がってくるところとかを見に行きたかったんですけど、残念ながら見れませんでした。で、空と雪も大きな面にポンポンポンと8号の作品ですかね。8号の作品を描いてポンと雪をで叩いています。もうね、本当にいろんなところ全国今行ってもね楽しいです。もうちょっとしたらイタリアに行けているのか否か分かりませんが、でこの辺というのは向こうにある林ですね。林にまた雪が乗ってるさ。なんとシンプルな、それでも難しい絵でした。面白かったです。構成的には本当水平ってだけなんで、垂直のビビってだけなんで、それでもなんかですね、シンプルな中にいかにこの静かなもう音のない世界みたいな、感じ、そして色がほぼないけど複雑に入り組んだ色の世界みたいな絵描けんかな思って描いた作品でございます。なんじゃいそらって感じですね。インプリマトゥーラという地頭層下地に色を塗ってあって、まず初めに形をとってですね、で森があって、もう一個奥の森みたいなのもあるということで、木のこの絵の具のタッチがやっぱり最終的に後に残ってくるというか生きてくるので、そういうのも大事にしながら雪をちょん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 乗ってる木に乗ってる雪みたいな、それがやっぱり何層か重ねていくと解像度が上がっていくというような感じでございます。技術的にはそんなに難しいことをしている絵ではないので、あれですけども参考にならないかもしれないですけど、やっぱり木に乗っている雪の方向性とかっていうのとか、こうなってるとこはもうちょっと落ちそうやぞとかね、そういうのも考えながらですね、少し考えてみたりとか、針葉樹ですかね、これもね。で、生の白に近いのと下に乾いていない絵の具を若干混ざり合わすとか、そして森ももう一個向こうにある森とかっていうこと、本当に空間的にもそんなにある空間感のあるものではないし、横とかに広がっていく、逆に本当にシンプルに描いてるからこそ難しいタイプの絵かもしれませんね。でこの隙間を、このバーントシェンナ系の茶系の色みたいなのの上に青系の色を塗ることによって、薄く透けて見える絵の具の複雑さみたいな、色のやっぱり重なりによって深みみたいなのが出てきますので、そういったものもそれで完全に乾燥後ですね、丁寧にこうやってね、ブワーッと思い切っていきましたね。もうダーッとちょっと白が混ざったカドミウムグリーンペールみたいなスカンブリングというようなダーッと塗りました。これはね、完成油だけです。ポピーオイルだけです。僕はポピーオイル高なったんですかもう画材まで最近高くなってきてね、もう本当にいろんなもの高なってきて、僕のもう本当にどうないしていこうかな思いますけどね。アルバイトぼちぼち始めんといかんかなと。なんとか2年間無職透明人間でやってきたんですけど、ぼちぼちアルバイトなんかね、飲み屋さんとかでもやろうかなと思いながら、はい物が高くなってまいりましたね。この辺とかも半透明不透明ぐらいもうベターっと塗ってしもうって、でもそれでも下の絵の具が半透明ちょっと透けて見えるようにしてあるのでね。でこの辺の手前の雪ですね、湖面なんですよ。ビターっとめちゃくちゃ綺麗ですよね。でこれはちょっと無駄なマチエールとかを少しカッターの刃とかで削ったりとかしながら、一回濡らしていきました。そしてティッシュで拭き取りながら、指ですり込むようにティッシュで拭き取ったり、すみません腕が邪魔でございますね。拭き取ったりとか、どれくらいかなと完成油であれしてね、でちょっと弾いたりすることもありますので、僕は結構綿密に
でやっぱり下の絵の具がしっかり乾いているという状態で、指ですり込んで、空とか指ですり込んでみて、でこれぐらいやったらいいかなっていうところで、それ空の色をジェッと描いてみたりとかですね。で輪郭のところっていうのは少しこうもう中の方までほんの少し入ってくるぐらいのところがあってもええかなというふうに思いながら、ボババ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 っていうふうにぼかしたりぼかさなかったりしながら描いていっておりますね。うわっとうわっと。もうほとんどこうベタな白なんですけど、そういうの白もやっぱり何層もこうやって重なってきているという、そして叩いていて、本当はねもう朝日がバーッと見えるような感じでよかったんですけど、逆にこんなねもう深い森の中のもう温熱とこ湖なんていうの、屈斜路湖から少しこうまた行ったところで、もうこのね宿に、この近くの宿に泊まったんですよ。あれ楽しかったです。あれ猫さんがいてね、ありがとうございました。もう本当にもうめちゃくちゃ寒かったです。めちゃくちゃマイナス何度ぐらいとかで、宿の外に、これ何度か話しますけど、宿の外にいいお湯でした温泉があってね。でも宿にまた帰る途中に髪の毛パリパリに凍るみたいな、風呂上がりでカリカリになるみたいな、その記憶しかないっていう、いいお湯やったいうよりか、このストローク約5秒ぐらいのストロークのクソ寒さだけが体で覚えているという。そしてこの湖面ですね。湖面をビューッと塗っていく。どうですか。こういう仕事ですよね。大きな仕事ができるかどうか、ピシューと大きな仕事でしてですね。それでやっぱりこう下の絵の具がこう乾いていないから、濡れている完成油だけやから長いストロークが引けると。で叩き筆でこう描いていって、これ2、3名の仕事です。要は、ね、雪の木に乗ってる雪とかっていうのは一回薄くこう層がかかってきて、そして叩いていってできますか。ね、楽勝でしょう。もう皆さんこのかけんなおかしいですよ。ね、今本当にこう YouTube とかがあるから、いろんなこう例えばスポーツなんかでそういうのを見て勉強するとかね、音楽もギターとかのそういうの YouTube とかであるからで、本当にいい時代になりましたよね。僕はこう提供する側ですけど、皆さんにこう喜んでもらえるのが嬉しゅうてね、で皆さんが書けるようになって僕をピュッと追い抜いていくというのが一番嬉しいんですよね。なんか追い抜いていかれるのは全然いいですけどね、なんかね踏んづけられることもたまにありますよね。はい、踏んづけられてね、もうぐちゃぐちゃにされるということもありますけどね、もうそんなもんしゃあないかなと思う、そんなもんね。ということで奥に見える、木と、後ろの空の色が乾いてないうちに実際ありますよ。ね、はい、世の中ってね、いろいろいいことも悪いこともいっぱいありますけどね。で、ちょこちょこということで、ございます。こうやってね、でもね、皆さんもね、こう8号ぐらいの作品でこの密度かえとかっていうふうに思うんちゃうかなと思います。なんか自分らのこう縮尺みたいなのがね、これぐらいのサイズやったらこれぐらいって決めすぎん方がいいかなと、ちっちゃくてもうギュッとまとまった作品があれば、逆にね、うわこれでかいのに描くんやっていう絵もあってと思いますし。奥のやつから手前にある木を描いていきましたよね。それによって、短い動画ですけど非常にこうシンプルな色彩の動画かなと。油絵の画材ね、動画もあれば水彩も鉛筆デッサンもあればとかね、いろんな画材を使っております。そしてこの辺一回引きでこう見せたくなるんですよね。でアップで見せると、うわこんなちっこいことやってんのに気づくじゃないですか。こうやってね、手だけが撮ってたらなかなか気づかんこともという感じでこう雪を半透明ぐらいかかっているのが奥にあるとか影の色になっていて、その上にまた光が当たっている雪を描いていくぐらいの気持ちでこう描いていってるんですね。でも光がボンとこう差しているわけじゃなくて曇り空やから光の光源っていうのはなかなか分かりにくいんですけど、薄く柔らかい光の中でこう見えている雪みたいなのはうわーなんとね、こういうのってね、古典会場にあると意外とピャンとこう映えるんですよね。面白いもんでね、色数とか使ってないでしょってこうね、こんな感じでちょっとこれは写真自体は色が少なすぎますけど、こうやって、2層目ぐらいが終わって3層目4層目ぐらいに入って、ほらまたぶつぶしにかかって、今度はウルトラマリンに行きましたね。ウルトラマリンブルーにこれちょっとね、スーパーマゼンダみたいな色入れてたりとかしますよとか、ちょっと白入れたなこの辺でとかね、
途中で結構微妙に変えます。いや、この辺がええかな、この辺がええかなと。グレーズとかスクランブルとかって僕はもうとにかく濡らした状態で描いていくのを得意としておりますので、こうやってティッシュでもう完全に弾きまくってます。左の方の下とか見ると弾きまくってましたよね。でもそれをなんとか完成だけで、これテレピンとか入れるともうビュッと下の絵の具取れてくることあるので、僕はそれができないのでもう完全完成で、指ですり込んだりティッシュでゲシゲシしてしていくんですね。解説うるさいっていう人はミュートにしてくださいね。はい。もうね、それね、もう勝手にやっていてね、もう無料で見れているわけですからね、見たくない人は見なくていいという世の中でございますから。そして、絵の具の空をビュッと置きました。で、雪の中にこう入ってくるようなもやみたいなのかかって、こんな感じでですね、前後関係をこうまた出しにかかっているとかですね、奥行き出しているとかっていうことをしていっております。でスカンブリングで空の色そのままこっちに持ってきたりとか、難しいね。面白いね。なんかね、指ですり込んでちょっと多すぎたらまた拭き取ってあげたりとか。どうですか、絵の具がこう物質がこう絵の具と呼ばれる物質が何かのものに変わっていくような感じしませんか。もうこれよく言うんですけど、やっぱり物質が何かにこう変わってきた時にこう描いてる側というのもちょっと感動があったりとかします。叩き筆で叩いた方がええかな、筆跡なくした方がええかなとか思ったりね、したりとかして、でちょっとこう縦の線とか直線っていうのは画面を縦にしてみてシューッと描いてみたりとか、スーッとこう写真をね横に置きながらですけどね、シューッとこう大体こう写真サイズと同じぐらい A3 の写真サイズと同じぐらいなのかな、シューッとこう描いていったりとかしてます。いや冬の北海道もいいですよ。今夏の時期ね、夏から秋にかけて動画公開されているかなと思うんですけど、もうぜひぜひこうなんかこういう冬の北海道なんていうのをもう絵に描くにはすごく幻想的な、もう自分たちが見たことないようなもうインスピレーションをペッと描きたって、やっぱねもうものを作るためにはやっぱりそれはもう当たり前ですけど先行投資っていうのは大事ですよ。旅に行くとかね、画材を買うとか、これ安いんでいいですよとか、ネットでこんな写真があったからこうですこれって書きました。いいの作れないですよ残念ながら。もちろん安くていいものとかありますし、ネット上にいい画像とかあるんですけど、最高のものを作ろうと思ったらやっぱりそら労力かかるもんですよ。そりゃそうですね、当たり前のことなんでございますけども、ちょっとこういうの叩いたりとか、しながらこういうぼかし筆みたいなので柔らかくしてみたりとか、していきました。ぶわーっとぼかしたりとかですね。で最後にこう雪をちょっとぜひぜひ機会があれば本物をご覧、これ最後の方ね、ネチと書いていっております。機会があれば本物をぜひご覧いただければと思います。すみません、これもまた完成あと 1,2 層はやるんですけども、ほぼね進歩もないので、動画としてはこのぐらいにしておこうと思います。絵の具の構造を作って描く、それによって絵の具が何かに化ける瞬間みたいな感じの動画となりました。この動画良かったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。